皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録ありがとうございます。さあ、今年は新年最初の月に一度の日曜日のお楽しみ、書道家書道に善重さんをお迎えして沖縄メンタルあるあるシリーズを配信してまいります。今年度もよろしくお願いいたします。今年度最初のあるあるはユタ。第1回目がユタ、いやユタって皆さんご存知ですか？スピリチュアル的にとらわれる方と、占い師的にとってる方もいらっしゃるかと思うんですね。それをちょっとだけ、説明します。で、もともとこのユタっていうのは、言葉上ユンタでそのまたはそういうふうにして、神がかってる時に何かこうやって揺れてるっていう言葉の意味から揺れてるっていう的なこととユンタクするものっていう形のものからユタっていう言葉が出てきたと言われてる諸説ある中の一つです、これが。で、そのユタってじゃあ何をするのっていうと、実は沖縄は昔から仏教はなかったです。で、琉球王朝時代になってこういうふうな交流をするようになって、江戸からあなたたちもちょっと習いなさいっていう形で、お寺の僧侶たちがこうなんとか宗とか浄土宗とかいろんな形で沖縄に来られた。で、どこにでもある話ですよね。キリスト教も長崎に伝来してっていう形で、それが一つの村になる、コロニーが村になってそれが一つの信仰になると、政治的な祭りごともうまくいけるっていう形のものがトップになる、大将たちが考える一つのやり方である。一人の言うことを下にトップダウンで下ろしやすいっていうのが思想的なものがあったのが、こういうふうなした仏教も一つ関わってきたっていうのがあります。で、その中で沖縄ではもともとなかったこの仏教の前に何があったかというと、今でもそうなんですけど、沖縄の人は祖先崇拝というものがもともとあるんですね。で、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、これどんどんやっていくと切れないじゃないですか。なのでこれを切ろうとした時に考えたのが直系、要するに長男ですよ。で、長男の長男の長男の長男っていうのがそのお墓を守る、この家を守るというので元家って書きます。ここで言うとムートヤ、何かというと自分の祖先からずっとその仏壇やお墓を守っている家族の一家のことですね。そうなるとそこには大体お墓の名前書いてある名前と、今の現代の名前がほぼ一緒です、名字が。で、祖先崇拝をやってる時の私たちなんでこんなに病気になるかねとか、家族の中でなんでうちの次男坊はお家の中にばかりいるかねとか、要するに現世で何か心配事や病気的なこととかで、例えばあともう一つあります。この人進路はどうしたらいいですかねとか、そういうふうな悩み事的なものを祖先に聞いてみようね。で、昔はお米、そういうふうな物資で物々交換でした。で、その能力がある方はやっぱり祖先と向き合うので仏壇に手を合わせます。これがスピリチュアル的なものでいくと霊と話をしてるっていう形でとらわれるので、霊媒師的な扱いをされるんですけど、で、そういうふうなユタの方はもともとその家系で遺伝的に伝わる人と、要するにこれをね、甲高いって言うんですよ。神の高いって甲高いって言うんですけど、また甲が高い、で甲高さって言って、またそれを持ってる人、世辞と言います。方言でね、サーダカーとも言う。どういうことかというと、人間の持ってる第六感のスピリチュアル的な能力が開花してる人をそういうふうに言います。で、そういう人たちは今言うように DNA 的に書き込まれてやらざるを得なくなってる人と、ポンと神様がポンと触られていきなり年齢いってから来る人がいます。そうで、この年齢いって一番ね厄介なのが、年齢いってから来る人、ポンと急に来る人は神に倒れるって書くんだけど、触られた瞬間に本当はあなたはそういう神事をやる、あなたは分かってるって触られた段階でうつ病みたいな病気になったり精神疾患的な形になるんですよ。バランスを崩すんですよ。
精神的なものと心のバランスが崩れていく。だから病気の一つだと思ってですね、精神的なものともう恥ずかしいから人には出せないって言って隔離する。でどんどんおかしくなってくる。本来ならこう神事をやってる、本当にユタ的なことをやってる、神事をやってる人からこの神様を、自分の神様を持たせてもらう儀式があるのよ。だからそういうふうに、そういうこともやらないからこういうふうになってるっていう形もいるんですよ。その逆もある。本当は精神患者。これ難しいんですよ。またはあなたたちの周りにも、皆さんの周りにもいらっしゃるかもしれない。で、実際にこういうふうな形でユタをされてる形は仏壇に手を合わせてお話をします。あなたの元々の何かはどこかに忘れてきてるから、魂どこかに忘れてきてるから、それを魂を戻して入れることをしなさいとかいうアドバイスをするのがそのユタの仕事だったんです。屋敷人外っていうのがあるんです。お家を建てる時に屋敷の東西みんなに神様にお願いします、このお家が繁栄してくれるように何の害がないようにしてくださいってお願いする時に、東西南北に一人一人神様がいるっていうのは、その神様はここを守るための仕事をしている人なんですよ。今度はこういうふうにするからこういうふうにしてください、よろしくお願いしますって言ったら、その人たちが分かりましたってこのお家を守るという。でまたこれと違うユタと司の違い、司というのはもっと崇高な上の神様、要するに世の中を仕切るような形の神様みたいな方がいらっしゃって、職種っていうのが、大統領的な人とでその部下とその政治を司る人っていうのが神の世界にもあると考えてください。そうなったら分かりやすいと思います。その人たちの間に入って話をして、現世の人たちに伝える。でその神様とお話をするのがその地域の司なんです。なのでユタにはいろいろいます。びっくりするぐらいの金額を取って、当たるか当たらないか、そこなんですよ。あの人よく当たるよって言ってユタに行くんですね。ほぼもう占いになるじゃないですか。そうではないということをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。できちっとお話ができる方は、仏壇に向かって、お話しするんで、本当のユタの持ってる力なんですね。だからお化けが見える、あれが見える、最近 YouTube で増えましたね。いやそれはどうでしょう。その力があるなら私は世界を救いなさいって言いたいでしょ。おかしな話じゃないですか。まあこれも信じる信じないはあなた次第ですなんて言われてる時代ですから、そうなると、でも先生の一族は八重山の、石垣のそうですね、司の一族ですね。だから昔からそういうふうな形で守られているものっていうものにこう触れると、ほんとすごいパワーを感じますよ。石垣島では一番大きい行事の中に法然祭っていうのがあるんですよ。この法然祭の、1週間前からその神を下ろして、で神々とお話ししながらそれを供物を捧げるんですけど、この供物というのが何百年前からやられてるものと何も変わらない製法で作られてるんですよ。これすごいですよ。でそれを口伝えでみんな、もうじいちゃんがやってる、おばあちゃんがやってる、そう歌われてる歌がこうやってみんなでその奉納しながら歌を歌があるんですけど、これなんかもう一時一個変わってないんですね。だからそういう歴史観のものに触れるとやっぱり感じるものは、守るべきは守って、伝えるものは伝える、残すものは残すっていうことをやらないと大変なんだな。で昔の人がどういうふうにして生きてきたかっていうのが、そういう行事を見る、携わる、感じることができるっていうのがすごく地元にいて、歴史ってすごいなって思いました。でユタとその司の違いっていうのがそれだけ違うっていうのもあるし、誰が偉くて誰がどうのこうのっていうのはないですよ。お互いにプライドを持ってちゃんとそういうふうな形でお仕事をなさってるので、でまたユタに関しては一度戦後ですね、戦前かな、ユタ廃止令っていうのが出たこともあって、詳しくは皆さん加賀津さんっていう歴史家がいらっしゃるんで、その彼のなんか言ってることを勉強してもらえれば、だけどこの守られてるっていうワードがたくさん出たんですけども、ぜひ漢方茶を飲んで普段のストレスだけじゃなく、このやっぱ生き方自体もね、またいい形で
守られていってほしいなと思いますので、ゆきちゃんの方、お願いいたします。いろんな混ぜて、いいですね。飲んでね。それとダイエットに絡むと、神様お願い痩せさせてっていうのは通じないんで。よく言うよ。そう、神頼みのダイエットっていうのは、もしかしたら前回の4な4なから引きずるとあるのかなとは思うんですけど、まあ、やっぱり心の拠り所として、私たち人類はすごく弱い生き物です。何かにぶち当たると必ず言うことが、助けて神様なんですよ。なので、ダイエットの神様を降臨するとよろしいですね。本当ですね。降りてきて、今回はこの形で放送いたしました。それでは皆様、そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。